検証 Windows Me は本当はできる子なのだ。皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。当時重たいだの不安定だの散々に言われていた Windows Me だけど実際のパソコンで直接動かすのではなく仮想 PC 環境に入れるとそこそこ安定して使えるという噂が昔からあったのだ。ということで今回は仮想 PC ソフトの VMware にインストールして検証するのだ。それでは早速始めるのだ。仮想化ソフト VMware ワークステーション17なのだ。今年の夏頃無料化したやつなのだ。スイッチオンなのだ。早速なんか出てるけど気にしないのだ。今回のためにベンチマークソフトを作ったのだ。前のソフトはビジュアルベーシック 6.0 で作ったから動作が遅かったのだ。なのでビジュアル C++6.0 で作り直したのだ。開発ソフトが古くて使いづらいけどこれより新しいやつで作ったソフトは Windows95 で動かすのが面倒なのだ。結局試してはいないのだ。ということでこれで作ったのだ。作り直したついでに消費する資源を指定可能になったのだ。前回のテストだと GDI リソースがあまり削れてなかったからなのだ。ということでリソースメーターを起動するのだ。これでシステムリソースの使用量がわかるのだ。このメーターいろいろ問題点もあるけどそれは後で話すのだ。ベンチマークソフトを起動するのだ。設定メニューから削る項目を選べるのだ。まずはユーザーリソースを攻めてみるのだ。仕組みを見てみるのだ。この部分なのだ。ユーザーリソースにはウィンドウ枠やメニューの情報が格納されているのだ。つまりメニュー項目をたくさん作ればいいのだ。64回ループを回してカウンタの数値から文字列に変換してその文字列からメニュー項目を作るだけなのだ。ではテストを開始するのだ。リソースメーターを移動してテストを開始するのだ。最初のうちはユーザーリソースの予約分があるから減らないのだ。変化が出るまで少し飛ばすのだ。減り始めると急速に減るのだ。高ウィンドウが1枚あたり64個のメニュー項目を生成するからすでに2万個近くメニューが作られているのだ。表示はしてないけどね。ユーザーリソースが尽きて止まったのだ。高ウィンドウの生成に失敗すると自動で止まるのだ。運が良ければね。ユーザーリソースが尽きるとどうなるのか状態をチェックするのだ。起動しないのだ。スタートメニューの中身が一つしか表示されないのだ。ユーザーリソースの空きがなくてサブメニューが作れないからなのだ。ソフトを閉じてリソースを開放するのだ。使用していた分が戻ってきたのだ。スタートメニューは復活してないのだ。多分初回に開いた時か中身に変更があった時しか作っていないのだ。リソースが戻ったからソフトも起動するのだ。正常に動くか調べるのだ。メニューは正常に作れるみたいなのだ。グロンディゴ変換器を試してみるのだ。
は知っていると思うけど、ゲームはグロンギ語でゲゲルなのだ。ちゃんと動いているみたいなのだ。というわけで正常に動いているみたいだから次のテストに進むのだ。一旦再起動するのだ。ログオンするのだ。いつものやつ。今度は GDI リソースを攻めてみるのだ。ここの数値なのだ。まずは仕組みを説明するのだ。この部分なのだ。GDI リソースには画面を描くのに必要なものが格納されている。つまり画像や画材をたくさん作ればいいわけなのだ。今回は小さなビットマップを3枚ほど用意してみた。格納されるのは管理情報なので画像の大きさは関係ないのだ。ソフトを起動して設定メニューのマシマシオプションから GDI リソースを選択するのだ。それではテスト開始なのだ。前のソフトと違って進行が早いから早送りはしないのだ。順調に減っているのだ。そろそろなのだ。リソース残量の警告が出たのだ。メーターは空っぽになったけど結構粘るのだ。これもリソースメーターの問題点に関係あるのだ。詳しくは後で話すのだ。自動で止まったみたいなのだ。ウィンドウが作れなくなったということなのだ。それでは影響をチェックするのだ。スタートメニューが出てこないのだ。ブラウザも起動できないのだ。リソースメーターがおかしなことになっているのだ。背景の消去、裁描ができないから移動の軌跡が残り続けるのだ。ついに中身が消えたのだ。なんか掃除されたっぽいのだ。相変わらずアイコンのテキストがおかしいけどね。リソースを解放するしかないみたいなのだ。リソースの数値が戻ったのだ。スタートメニューも出たけど書き換えされてないみたいなのだ。ブラウザも復活したのだ。そろそろ次のテストに進もうと思うけど、スタートメニューが出なくて終われないのだ。ここは切り札を使うしかないのだ。魔法カード発動。コントロールプラスオルトプラスデリートの送信。このカードは対象のプロセスを一体選んで墓地に送ることができる。ターンエンドなのだ。
はははは。相手はサレンダーしたみたいなのだ。それでは次のテストを始めるのだ。次はメインメモリを攻めてみるのだ。ということで説明するのだ。この部分なのだ。マロック関数を使ってメモリを 3MB 確保する。ただそれだけなのだ。たかが 3MB だけど、それが数百枚分だからすぐにやばいことになるのだ。ということでソフトを起動するのだ。設定メニューのマシマシオプションからメインメモリを選択するのだ。ステムモニタを開くのだ。これで CPU やメモリの使用状況なんかが見られるのだ。一番下は割り当て済みメモリなのだ。仮想メモリ空間の使用量なのだ。物理メモリとスワップメモリの両方の使用量を合わせたものなのだ。真ん中はスワップメモリの使用量なのだ。物理メモリを使いすぎて空き領域がなくなってしまった時に、代わりにハードディスクを使ってひたすらガリガリするやつなのだ。ということでテストを開始するのだ。メモリの使用率がどんどん上がるのだ。小さくて見づらいと思うけど、文字サイズと情報量は両立しないのだ。空きメモリが減らないのはなぜなのだ。使用量が物理メモリを超えているのにスワップファイルも使われてないのだ。はあ、確保しただけで実際使っていないのだ。つまり 1.6GB くらい予約したけど使っていないから留保されているのだ。修正するのだ。ゼロメモリ関数を使って取得したメモリをゼロで埋めるのだ。これで実際に確保されるはずなのだ。テストを再開するのだ。今度は空き領域もどんどん下がっているのだ。スワップファイルも使われ始めたのだ。物理メモリを使い切ったということなのだ。実機ならハードディスクがガリガリとうなりを上げているところなのだ。そろそろかな。メモリ不足で止まったのだ。やっぱり 1.7GB 弱が限界みたいなのだ。それではメモリが枯渇した場合の影響を見てみるのだ。なんとブラウザは開いたのだ。これはつまりあれなのだ。削りきれなかったということなのだ。バイプッシュなのだ。
容量が下がってきたのだ。もう一つも閉じるのだ。正常に戻ったかチェックするのだ。これにするのだ。列車で移行4なのだ。ドラクエ3のリメイクで話題になったアートリンクなのだ。悪い意味で。音が悪いから少し待つのだ。これが原因なのだ。Windows に標準搭載されていたソフトウェアのミディ音源なのだ。ローランドの GS 音源の無関品にはなっているけど、音色はチープだし、同時発生数も足りていないのだ。ダイレクト X でとりあえず音楽を鳴らすためのものだから仕方ないけどね。あなたミディ音源持ってないの？ならゲームの音楽はなりませんね。では困るからなのだ。あとこのゲームの音楽と GS 音源の相性がそもそも良くないのだ。鳴っていない楽器のパートもあるのか。間の抜けた感じの音になっているのだ。個人の感想です。猫パソコンのサウンドボードならヤマハの XG 音源が載っているけど、ここは仮想環境だから持ち込めないのだ。SYXG50 というソフトウェアの XG 音源に無料版があるけど、この動画でそこまで用意するのはどうかと思うのだ。ということで、列車の解説に戻るのだ。このゲームは一言で言い表すと、鉄道を建設して豆腐を運んだら建物が生えてくるゲームなのだ。何を言っているかわからないと思うけど事実なのだ。駅の周りに積んである白い箱が豆腐なのだ。初心者だと資材と呼ぶ人もいるらしいのだ。この豆腐を町の外から運んでくるか、工場で生産して僻地に運んで放置すると、なぜか人が住み着いて建物が生えてくるのだ。ついでに旅客列車が必要という説もある。株式市場でお金を稼ぐマネーゲームでもあるのだ。聞いたことがあるような銘柄が並んでいるのだ。そんな感じで名作ゲームなのだ。ということで、いつまでも続きそうなのでそろそろ次のテストに進むのだ。再起動するのだ。で、次は何をテストするのかというと、ノーマルか全部のせで迷うところなのだ。決めたのだ。ノーマルは重要な話があるから、まずはマシマシ全部のせでいくのだ。オプションをすべて有効にして3方向から攻めるのだ。システムモニターを起動して、マシマシオプションをすべて設定して、枚数表示をカラフルにするのだ。ちなみにこれは性能に影響ないのだ。リソースメーターを表示したら、テスト開始なのだ。いろいろなものを確保しているから、さすがに召喚時間が長いのだ。順調に減ってきたのだ。
そろそろなのだ。いきなり止まったのだ。消費メモリは 1.2GB くらいリソースが先に尽きたのだ。それでは被害状況をチェックするのだ。スタートメニューはこのパターンなのだ。ユーザーリソースの時と同じなのだ。どれも起動しないみたいなのだ。マウスカーソルも負けたのだ。スタートボタンもやられたみたいなのだ。というかどこを押しても反応しない。これはあれを使うしかないのだ。ヒギコントロールプラスオルトプラスデリートコマンドを送信。反応がないのだ。もう一度なのだ。ヒギコントロールプラスオルトプラスデリートコマンドを送信。再起動がかかったのだ。オプション3点攻めの結果は再起不能になるだったのだ。次はオプションなしのノーマル状態でテストするのだ。まずはいつもの儀式なのだ。リソースメーターでございます。何度目なのだ。ベンチソフトを起動してオプションはつけないのだ。テストを開始するのだ。ということで処理を効率化しすぎた結果、全然リソースが減らなくなってしまった初期状態なのだ。マシマシオプションをつけた理由も実はこれなのだ。そしてなぜか540枚付近で異常停止してしまうのだ。リソースもメモリも十分残っているし、ソフトのバグでもないみたいなのだ。そしてなぜかソリティアは動くのだ。挙動的には GDI リソースを使い果たした時に近いのだ。しかしメーターを見るとリソースは十分残っている。そこで考えたのだ。もしかしてリソースメーターが嘘を表示しているのではないかと。ちなみに他のソフトは起動しないのだ。っていうかスタートメニューは生きているのだ。とりあえず一旦シャットダウンするのだ。
ということで今の結果をまとめたのだ。1番目は再現性があるということなのだ。つまりランダムではなく理由がある。2番目は本題なので後回しなのだ。3番目は偶然なのだ。軽量だからギリギリで起動しただけなのだ。別にソリティアに限ったものではなかったのだ。4番目と5番目と6番目、これも本題だから後でなのだ。このリスト作った意味があった。ということで疲れたから種明かしをするのだ。消えるのだ。重要なのはリソースメーターの表示する数値は正しいのかということなのだ。前にも言った気がするんだけど、そもそもリソースメーターの数値はエクスプローラが起動した時点が 100% という計算になっているのだ。ここでいうエクスプローラとはファイル管理ソフトとしてではなく、デスクトップ画面なんか全体を含んだシェルとしてのエクスプローラなのだ。というわけでリソースメーターの数値が正しいとは言えないのだけど、今回の問題はリソースメーターの残量が大量に残っているのに、枯渇した時の現象が起こるということだから直接の関係はないと言えるのだ。なぜなら正しくないの方向性が真逆だからなのだ。ではなぜ止まるかというと、目に見えない隠れたパラメータが存在していて、それが枯渇したと見るのが合理的なのだ。ではその隠れたパラメータとは何かというと、宇宙定数、ラムダなどというものではなく、脚本が面倒だから答えを言うのだ。なんとそれはやっぱりシステムリソースなのだ。何を言ってるんだお前はと思うかもしれないけど、これは事実なのだ。これを説明するには Windows の歴史を遡る必要があるのだ。時は1990年、日本ではバブル景気真っ盛り。そんな時代に Windows 3.0 が発売されたのだ。これが Windows Me を含む Windows 9X 直系の始祖なのだ。 1.0 や 2.0 もあったけど、あれらは全然設計の違う別物なのだ。 Windows 3.0 は大きな問題を抱えていた。それはなんと、使用中にシステムリソースが枯渇して頻繁にフリーズを引き起こすのだ。つまりシステムリソースとの戦いはこの頃から始まっていたのだ。 Windows 3.0 のシステムリソースはこうなっているのだ。たった 64KB しかないのだ。これを使い切ったら動作不能になるのだ。メモリが何メガバイト残っていたとしてもおしまいなのだ。時は進んで1993年、日本では以下省略。そんな時代に Windows 3.1 が発売されたのだ。 Windows 3.0 の進化版なのだ。 Windows 3.1 も大きな問題を抱えていた。それはなんと、使用中にシステムリソースが枯渇してたまにフリーズを引き起こすのだ。 Windows 3.0 のシステムリソースはこうなっているのだ。ユーザーリソースが2倍になったのだ。すごいでしょう。その場しのぎの対策に思えるけど、これはこれで効果があったのだ。時は進んで1995年、日本では以下省略。そんな激動の時代に Windows 95 が発売されたのだ。見るのだ。 Windows 95 のシステムリソースはこうなっているのだ。なんとユーザーリソースが 4MB、 GDI リソースが 2MB も追加されたのだ。これで皆さんのパソコンも安心快適にならなかったことは今まで見ていればわかると思うのだ。なぜかといえば Windows 95 の時代になると
アプリ側の作りもリッチになって前より大量のリソースを消費するようになったのだ。しかもマルチタスク化が進んだことにより同時に起動するアプリも増えたのだ。メモリやリソースに余裕ができたから同時に開きっぱなしにする。そうするとリソースが不足してくるという本末転倒なのだ。このリソースの設計は98や2にもそのまま引き継がれ、抜本的な改革はされることがなかったのだ。にもかかわらずインターネット時代の到来によりブラウザ、メーラー、メッセンジャーといった常時立ち上げのアプリも増える一方だったのだ。しかも見た目の装飾もどんどん豪華になっていたのだ。その上おかしな生き物まで住み着き始めたのだ。ということでリソースメーターの話なのだが、単純にこの 2MB×3 個の追加分が見えていないだけなのだ。盤面に表示していないだけではなく、そもそも存在を把握していないのだ。リソースメーター自身がなのだ。これはリソースメーターがリソースの状況を取得する方法に問題があるのだ。リソースの情報を取得するために使う Get Free System Resource という命令。これがそもそも16ビット、つまり 3.1 の時代から更新されていないのだ。なので16ビット空間に配置されている 64KB のリソースしか見えていないのだ。バカなの？死ぬの？ちなみにこの命令はずんだもんのソフトでも愛用しております。他に方法がねえんだよ。なぜ更新しなかったか考えると、多分システムリソースとは何かという哲学的な命題に踏み込むことになるからやめておくのだ。多分ガンダム X の最終話に通じるものがあると思う。ということで結論としてはリソースメーターは嘘をついていない。ただし正確でもないのだ。もう一度最初の話を振り返ると、これらの謎は隠れたパラメータのせいで、その隠れたパラメータとは32ビット領域にあるリソースの追加分。リソースメーターも把握できない隠れたリソースということだったのだ。つまり結論としては、ステムリソースとは概念ということなのだ。反論があるならチャンネル登録していいねボタンをクリックしてからコメント欄に書き込むといいのだ。でこの後はどうするのだと考えたんだけど、まだ一つやっていないことを思い出したのだ。前回のあのソフトを仮想環境で動かしたらどうなるかなのだ。ということで起動したのだ。まずはビジュアル、ベーシックを起動するのだ。召喚周期の加減値を実機に合わせて決めてあったから、今回のと同じ100ミリ秒に修正するのだ。実行ファイルにコンパイルしておくのだ。実行するのだ。リソースメーターを忘れていたのだ。
スト開始なのだ。やっぱり Windows の生成が桁違いに遅いのだ。オプション全部載せの時くらいなのだ。VB と VC の性能差なのだろうか。そろそろ 10% を切るのだ。終わったのだ。挙動も前回と同じなのだ。スタートメニューは実機と同じなのだ。SCMPX は起動したけど曲が開けない。マイコンピュータは真っ白なのだ。と思ったら表示されたのだ。SCMPX が開放したリソースを取得できたっぽいのだ。さて閉じられるかな。成功したみたいなのだ。ブラウザも復活したのだ。スパイダーソリティアなのだ。あのソリティアのシステムをちょっと変えたやつなのだ。正常に動くみたいなのだ。キングからエースまでを上から順にぶら下げたら消えるのだ。序盤からエースが多いのだ。これはゲームであっても遊びではないのだ。多分検証をしているのだ。必要なことなのだ。
突然反応しなくなったのだ。そしてなぜかクリックをするとポンポンと音が鳴るのだ。閉じることもできないのだ。強制終了するしかないのだ。コントロールプラスオルトプラスデリートを送信。反応がない。ただの屍のようだ。もう一度なのだ。無事再起動したのだ。ということで仮想環境におけるテストっぽいことをしてみたのだ。そろそろ終わりにしようと思っていたんだけど、前回の動画のコメントを見ていたら興味深いものを見つけたのだ。これなのだ。要約すると、そんなベンチもどきを回したところで Windows Me のクソさはわかんねえよボケがとありがたいお言葉が書いてあるのだ。もっともな意見だと思ったので晒して差し上げることにしたのだ。というわけでそろそろ終わりに。何勘違いしているんだ。まだ俺のバトルフェイスは終了してないぜ。しようと思ったんだけど、まだ Windows Me の深淵に触れていない気がするので続けるのだ。ということでベンチマークを回しただけではわからない。その通りなのだ。実は今回の動画を撮影している時、ベンチマークを回す前から止まりまくりだったのだ。まさにデスゲーム。この動画の完成が遅くなったのもそのせいなのだ。多分。ということで撮影中に遭遇した数々の怪奇現象をご覧いただくのだ。ちなみにここから先の動画編集とセリフは最小限になるのだ。面倒だからね。超人なら途中で飽きると思うけど最後までしっかり見るのだ。では始まるのだ。これは起動直後にリソースメーターがおかしくなってやめたのだ。では次なのだ。これはあれなのだ。共有フォルダに繋がらずにエラーダイアログも食われて、そのまま固まって死んだ時なのだ。結構愉快なタイプなのだ。
では次なのだ。これはログオンにやたらと時間がかかって全説明を済ませてテスト開始前に固まったやつなのだ。ノーアクションでフリーズされると映像映えしないのだ。では次なのだ。これはリソースメーターが壊れたパターンなのだ。こういうのでいいんだよ。では次なのだ。これはネットワークにつながらずにそのまま固まるタイプなのだ。
手は次なのだ。これもネットワークタイプなのだ。画面に異常がある分さっきのよりは楽しめるのだ。次でラストなのだ。まだまだ大量にあったけどそろそろ精神的に限界なのだ。文字通り最後なやつを選んだから楽しんでほしいのだ。またネットワークタイプなのだ。またかよと思うけどラストが特別なのだ。この後が問題なのだ。
その後デスクトップ画面にたどり着くことはなかったのだ。この後めっちゃ再インストールした。ということで地獄の片鱗をお見せしたのだ。何かの参考になったのだ。そもそもフリーズの多発自体もやばいのだけど、それによってシステムファイルの破損が発生してどんどんおかしくなることが最大の問題なのだ。ファイルシステムが FAT32 だから仕方ないのだけど、この問題はジャーナリング機構を搭載した対象外性ファイルシステム、つまり Windows NT 用に開発された NTFS でないと解決できなかったのだ。このあたりも Windows QX がお家断絶になった一因かもしれないのだ。次は前回言っていたこの一番下のやつを伏線回収しようと思うのだ。パソコン本体の動画も途中だからいつになるかはわからないのだ。ベルのマークの通知ボタンを設定すると投稿時にお知らせされるらしいのだ。というわけでご視聴ありがとうなのだ。チャンネル登録やいいねボタンを押すとやる気がアップするのだ。それではまた次回の動画でお会いしましょうなのだ。ネクスト、ずんだもんず、ヒント。ヒギプ領域。いまいちなのだ。